こんにちは、和也です。今日はですね、パソコンのマウスについてちょっとお話ししようかなと思ってます。皆さんマウスってどんなの使ってるんですかね。自分はMacBook とか使うときは基本ね、使ってないんですけど、というのも結構ね、MacBook ってトラックパッドがもうね、めちゃくちゃ優秀だから、結構あれだけの操作性って全然良くて必要なかったんですけど、会社のパソコンは Windows なんで、さすがにね、トラックパッドはだけだとちょっとね、使いにくい。なのでマウス使ってるんですけど、自分はですね、トラックボールがついてるマウスを使ってるんですよね。で、今回ね、新しいのちょっと買ったんですけど、理由は一つだけなんですけど、ちょっとね、在宅であったり会社行ったりっていうので、ちょっとね、パソコンとかも全部今家に持って帰ってきたり、会社行く時はパソコン持ってったり、ちょっとね、荷物が結構多いんで、トラックボールのマウスって結構大きいんですよね。なのでちょっと家用と会社用でちょっと分けようかなと思って、で基本は同じやつの方が多分操作とか一緒だからやりやすいんですけど、ちょっとね、やっぱなんとなく新しいの試してみたいなっていうので、ちょっとそれ買ったので、ちょっとそこのね、レビューとかちょっとしてみたいと思います。そもそもなんでトラックボールのマウス使ってるかっていうと、やっぱ普通のマウスってこうマウス自体をこうカチャカチャって上げたりしてこうポインターを動かすじゃないですか。なのでその時にね、やっぱね、肩っていうかね、腕全体でこうやるんで、やっぱ結構疲れるんですよね。でそれが結構ひどい時があって、どうにかしないなとかっていうので、いろいろね試して、マウスの設定でこうちょっと動かすとめちゃくちゃカーソルが動くみたいな、そういう風にしたりとか、クリックとかもね、1回でいいとかダブルクリックしないでいいとか、いろいろね試したんですけど、結構やっぱりね、一日あれってもうめちゃくちゃやるじゃないですか、みたいな。なんで、ちょっとね、そういうので結構肩こるなとか、そういうところがあったので、そんな理由からトラックボールのマウスを今は使ってやっています。トラックボールあんまり普及してないんですけど、自分としてはトラックボールってめちゃくちゃやりやすくて、もうね、それ使ってからね、肩とか腕とかね、そういうのは全然疲れない。基本はね、こう固定で操作できるんで、めちゃくちゃやりやすい。でね、ちょっとそれ使ってるやつ、今使ってたやつはちょっとね、もう会社持ってっちゃって置いちゃってるんで、今手元にないんですけど、もうね、こいつすごい優秀で、電池でね動くやつで、こいつ自体の不満とかはそんななかったんですけど、ちょっとね、新しいの買ってみました。でトラックボールのねメリットって何点かねあるんですけど、自分としてのメリットとしては、基本ね、作業スペースがいらない。基本はトラックボールを置いて、マウスを置いたら、そこの位置から動かさないので、基本的にはどこでもいいというか、下手な話、膝の上ね置いてやるとかもできるし、デスクの周りがねすごい狭くてもマウスを置いて操作ができる。で2つ目は、基本的にはね、この指だけ、親指でいろんなタイプがあるけど、自分のは親指でねボールを動かして、人差し指と中指でクリックとかする。なので基本ね、腕とかね、こう肩みたいなのが全然疲れない。多分ね、最大のポイントは多分この2つだと思うんですよね。でね、デメリットはやっぱりこの操作するのにちょっとね時間がかかるっていうのが一番ねデメリットかなって思ってます。であとは物理的にね、こうボールをね使って動かしてるんで、結構ねボールのこの奥の方にねホコリとかちょっと溜まったりして、ちょっとね動きが悪くなったりっていうので、日々ちょっとそういう、メンテナンスってほどじゃないけどホコリを取ったりっていうのがちょっと必要になってくる。あとはね、結構大きいんですよね、トラックボールのマウスって。新しいのねお見せしますけど、結構大きい。だけど大きい分使いやすいっていうのはありますね。マウスってなんかちっちゃいのってすごい使いにくいかなって自分は思ってるんですけど、結構ねトラックボールのマウスって意外に全部大きかったりするんで、ちょっとそういうね持ち運びとかだと、ちょっと
大きいかなっていうのはあります。今回もねそういう理由で新しいのねちょっと変わったんですけど、あとはねやっぱりラインナップがちょっと少ないっていうのはありますよね。他の普通のマウスに比べると、種類ってね普通のマウスってめちゃくちゃあるじゃないですか。そういうのがあんまりない。トラックボールのマウスってなんか確か昔から結構あると思うけど、なんかずっと同じメーカーからとか、そんなに種類って多分増えてないんですよね。ちょっとそういうので選択肢がちょっと狭いっていうのはありますよね。でもねやっぱりねこの操作性っていうかね効率は普通のマウスよりも全然いいと思うので、そういうね効率アップ図りたいとかっていう人は、ぜひねトラックボール使うのをおすすめします。でやっぱりねでも慣れが必要。トラックボールで動かすとやっぱ最初のね、最初の 1,2 時間はまずねこのカーソルをフォルダに合わせるとかファイルに合わせるとか、なんかあと資料を作るとかってなってくると結構細かい作業が必要になってくると、結構ねこの親指の動きで微調整とかするのって意外にね難しくて、最初はやっぱり逆にね手は疲れたりとか、ちょっと慣れるまでにちょっと時間が必要なので、そういう練習じゃないけど慣れるまでの時間があるならやった方がいいんじゃないかなと思います。ただなんかね仕事にめっちゃ追われてて、なんか明日までに資料作んないといけないとか、そういうタイミングは避けた方がいいですね。めちゃくちゃ多分イライラすると思うんで、そこを避けて、ある程度ね余裕がある時に切り替えて使って、慣れていくっていうのがいいんじゃないのかなって思います。で今回ね購入したのは今まで使ってたのと同じ、このねロジクールのやつなんですけど、このねロジクールの MX エルゴっていうのかな、ちょっと名前の呼び方は分かんないんですけど、こちらのマウス一応ね自分はこれの先代になるのかちょっと分かんないんですけど M575GR ってやつを使ってたので、基本的にはねなんかボタンの配置とかそういうのは全部一緒。ただなんか今回のやつはここにもあるんですけど、ちょっとね角度がついてより手が疲れないような、設計になっているそういうので、ちょっと今回はねこのマウスにしてみました。でねもう一つねこいつは前回の今まで使ってたやつとの違いとしては駆動方式はもうねこれバッテリーになってます。であとは一応ね Bluetooth もついてるんでワイヤレス普通のレシーバーUSB で挿すやつと、Bluetooth の、2つのね方式で無線でつなげることができる。なので自分みたいに仕事ではWindows 使ってるから、そっちはレシーバーつけて、Mac はねもう USB の、差し込むとこないんで、Bluetooth でつなげるとか、ちょっとそういうね使い方は、2台のねパソコンを、1つのマウスですぐ瞬時にね切り替えて使うことっていうのが、こいつはできるっていうのがメリットでね、正直1の、バッテリーに変わってるってことに対しては、正直そんなに不満はなかった。乾電池でもすごい持ちがいい。多分1年ぐらい使ってるかな。なんか一つの多分ねバッテリーで1年ぐらいは使ってるんで、バッテリーっていうか乾電池で1年は使ってないかな。でもそんぐらいほとんど変えたの記憶にないぐらい使ってるので、全然ねバッテリーの減りは少ないので不満はなかった。乾電池のね減りは少なかったので不満はなかったんですけどね。バッテリーつうことで乾電池とかねなくても、いいので、ただねバッテリーがなくなっちゃうとちょっとね使えなくなったりもするから、そういうあと充電の手間とか、ちょっとそういうのは、増えちゃうかもしれない。で2つ目のね、レシーバーが不要、Bluetooth でつながるっていうのはもう今ね普通マウスってどれもそういうのが多いんですけど、自分のね会社のパソコンだとちょっとねただの Bluetooth でつながるタイプだったらまだいいんですけど、なんか今回のもそうなんですけど専用のソフトをダウンロードしないと動かないっていうやつだとちょっとねそういうソフトウェアを入れるとちょっとねセキュリティ的に入れらんないっていうので、そういうのだと普通のね USB に挿すレシーバーがないとちょっと使えなくなってくるんで、それがあるとすごいありがたいっていうので
まあこれはねそういうタイプ、2つのタイプがあるんで、特に問題はない。じゃあちょっとね早速マウスのところね、マウスの外観のところね見ていきたいと思います。じゃあちょっと早速ねこいつもう開いてるんでちょっと物をね見ていきたいと思います。じゃん。一応ねこんな感じ、外観的には。今までのはなんかボールがね青かったんですけど、こんなねグレーのタイプになっています。で一応ここにね先端のところにUSB のね充電できるような、ジャックがついてる。ボタンとかは基本的には同じなんですけど、普通のボタンと、スクロール、またはねここでここの Bluetooth っていうかこの1と2で割り当てができるようになってるんで、1がね、会社用のパソコン、2が普通のね家で使っている、Mac とか、そういう感じで、こういう風に瞬時にね切り替えができる。で、すごい便利。またねこの進むとか戻るとかで、もう一つね今までになかったのはここのねサイドにあるボタン。トラックボールのやつって自分の設定としてはね普段はめちゃくちゃこのちょっとですごい動くように、こいつもねあんまり動かさなくてもいいようにそういう設定をしているんですけど、ただね細かい操作をしたくなるときはやっぱりあるんですよね。そういうときはこいつを使うと通常よりもすごい遅いポインターの動きになるのですごいやりやすい。なのでこれがワンタッチでできるっていうのはすごいいいかなって思ってます。これがね前回との大きな違うポイントでね、こんな感じの本体なんですけど、これはねずっしり重いんですよね。前回から比べるとすごい重くなってるので、逆に言うとこう置いた時にめちゃくちゃ安定して滑らないので、動くってことはないですね。でね、何が重いかっていうとね、こいつ角度が一応変えられる。0度と20度でこんな感じでこういう状態と角度が変えられるんですけど、その角度の変える方法がこのねプレート、こいつが金属になってて、これがね、こんな感じで金属になってて、もう後ろがね全部ゴムでできているんでめちゃくちゃねグリップ性がいい。一応ここにね MXL5 ってロゴがちょっと入ってるんですけど、こいつのおかげでねめっちゃね滑らないんですよね。でねこいつが重い。こいつ自体はね前回使ってたやつ大して変わんないんですけど、こいつがねめちゃくちゃ重くなってる。で一応これがこのね角度を変える、仕組みになってて、一つはねこういう状態で、もう一つはここを、こんな感じでやるとこうやってね角度がつくようになってるので、無段階とかねそういうわけじゃないんですけど、0度か20度かみたいになってるんだけど、非常にこれはねやりやすくていいかなと思ってます。ただ基本的にはもう自分はこっちこっちがねやっぱりね使うときはすごいねやりやすいんですよね。なのでもうね基本はこの20度の方の設定でやってます。でねこのボールの感じはもしかするとね前回の方が良かったんじゃないのかなってちょっとね正直思ってる。まだ使い始めてちょっと1週間ぐらいなんでまだあれなんですけど、少しね若干引っかかるような雰囲気が前回の方がもっとね引っかからないような感じだった。ちょっと使っていけばそこら辺がねこう馴染んでくるかもしれないんで、なんともまだ言えないんですけど、で基本的にはね、さっきも言った通りこのね遅くなるスピードを遅くできるボタンとかもあるし、角度とかがめちゃくちゃ使いやすいね角度になってるからすごいやりやすい。今までね使ってたやつよりももっとね使いやすくなってるっていう感じはありますね。だからトラックボール自体にね慣れている人であればそんなに問題はないし、ちょっとね価格が1万ね5000ぐらいしたかな、1万6000ぐらいかな、ちょっと高いんで
それがね5800円ぐらいの先代っていうかね、今まで使ってたモデルの方が別にねそこまで機能とかが全然違うわけじゃないから、そのね倍ぐらいの値段の価値があるかっていうと、ちょっと微妙かなっていうのはありますね。ただ非常に満足はしているものになってます。でね、ただねやっぱり欠点じゃないけど、治ってほしいなっていうところもやっぱ正直ありますね。でそれは前回もそうなんですけどね、今まで使ってたのもそうなんだけど、このねクリックはもうこのカチカチが結構うるさいんですよね、これ。なんかねこれ前回のから思ってたんですけど、こういったところがね静かになるタイプ、結構ちっさい音のやつあるじゃないですか今。ああいうのになってくれるとさらにいいかなっていう感じでね。もう一つは多分冒頭でもお話ししたんですけど、トラックボールねこれ使ってると結構この奥にホコリが溜まったりするんですよ。でそうすると結構ねこの動かした時の感じがやっぱり鈍くなってくるというか、ちょっと重くなってきたりしてちょっと動かしにくくなってくるんですよね。でその時に簡単にね今までのはボールを外せたんですけど、ちょっとね今回の穴がねちっちゃいここの今までのここは結構穴が大きくて、グッてやるともうねボールに触れてボールが簡単に取れたんですけど、手でこれね細いなんかねこう細いもので入れない限り取れないようになっちゃってて、ちょっとねそれがちょっと自分としてはマイナスポイントかな。ちょっとアップルペンシル刺さる。こんな感じでねボールは取れるんですけど、ちょっと穴が小さいでちょっと分かりにくいんですけど、ここにねこのボールを支えてるやつらがこうね3ついるんですよね。こことこことここ、ちょっともうすでに少しホコリが溜まってるけど、こういうところにねホコリがね結構溜まったりするんで、それをねちょっとね取んなきゃいけないっていう作業はちょっと増えてしまうんですよね。それがちょっとねトラックボールはそういうねちょっと日々の少しですけどメンテナンスがちょっと必要になってきます。でも基本はそれぐらいなんで、そんなになんか大変っていうわけではないんで。で一応ねここにオンオフのねスイッチがついてます。なので非常にデザイン的にもねなんか色こういうボールの色とかはねグレーになったけど、そんなねなんか結構クールな感じで、かっこいいんじゃないかなって。でここも一応ねプラスチックじゃなくてちょっとラバーっぽくなってる。こういうところはねプラスチックなんですけど、ここはね少しラバーっぽくなってるんで、前回の以前ね使ってたやつはここもねプラスチックだったんで、ちょっとねこれの方がちょっとこのグリップ感っていうのは増している感じですかね。ただこれねめちゃくちゃ重いんで、これを買って持ち運びをしようとするとちょっと厳しいと思うんで、そういう人はね前回のモデルの方が多分いいと思います。確かねこういうのね持ち運び用のケースとかも専用だったか忘れたんですけど売ってるんで、そういうね持ち運ぶ人に対してはそういうの入れた方が壊れにくいかもしれない。ただ自分もね前回のやつ今まで使ってたやつもうどのぐらいかな、3年とかそのぐらいは使ってるけど、特にね接触が悪くなってこうクリックできないとかそういうのは全然なかったんで、そこら辺は全然ね問題なく使えてました。こいつも多分そんな耐久性は悪くないとは思うんで、これからねこいつガシガシ使って作業効率をねアップさせながら仕事ができればね。あとはちょっとね Mac 今までねこいつはあんまりマウスとかね使ってこなかった。でMac のねマジックマウスでしたっけ、なんかあったんだけど、あれはやっぱねデザイン重視っていう感じで、なんか
マウス自体にこう触れると動くとかって確かあったと思うんですけど、ちょっとね使いにくかった。疲れる、薄すぎちゃってね。だからMac もねちょっとこいつ使ってみて、Bluetooth でつながるんで、ちょっとトラックパッドよりかはもしかしたらね作業効率上がるかもしれないんで、ちょっとね MacBook にもこいつをね運用していこうかなと思っています。という感じで、このねロジクールの MX-Ergo ってやつちょっと買ってみたので、そいつのね簡単な説明とレビューみたいなところねしてみました。トラックボール本当に何度も言うようなんですけど、もう通常のマウスと比べたらね格段に作業効率アップするんで、ちょっとね自分も正直普通のマウスには戻れないので、なんかねこれから先ね使う人がどんどん増えて、なんかいろんなねもっといいトラックボールのねマウスとか増えれたらいいかなって思ってるので、もうぜひねこいつはね本当にパソコン使ってる人には全員おすすめできるようなものなので、ぜひねちょっと、安い方から試してみてね使ってもらえると、慣れたらね間違いなくね仕事の作業効率上がると思うんで、ぜひね試してもらえるとね嬉しいです。なんか他にもこんなとこどうですかみたいな、もしなんかそういう質問みたいなのがあったらコメントいただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。